皆さんこんにちは。こんにちは。今回紹介するのは、第二次世界大戦中のソ連当局に提出された、とてもユニークな設計図です。ほう。あかねちゃん、戦車といえば移動するときに何を使っているかな？何って、尾体とか車輪やん。実は、今回紹介するものは、それらとは根本的に何かが異なる、戦闘機のようなプロペラで移動する車両でした。はい？またやばそうなやつやん。では、早速、どのような車両として設計されたのか見ていこうと思います。こちらです。ほんまや、先っちょにプロペラみたいなやつついとるで。この車両は第二次世界大戦中の1941年の春にソ連の国防人民委員部という各国の陸軍省にあたる中央設計局宛てに直接送られてきたものです。だいたいここまではいつもと同じやな。この設計図を送ったのはレベディンスキーという人物でした。詳しい経歴などは不明なのですが、唯一機械エンジニアをしていたということだけが分かっているそうです。設計図も丁寧に書かれとるし、関連の仕事をしとった人で間違いないな。ではこの車両、設計者は何と呼んでいたのか。なんて呼んでたん？レベディンスキーは空中駆逐戦車などと呼んでいました。空中駆逐戦車？この車両、一体どのように動かすとしていたのか。彼によると、移動方法は、このプロペラを使って飛行機のように前進するという案でした。まさか空を飛ぶん？その期待は高まるところなのですが、一瞬飛び上がるようなことはできても、空を飛ぶことはできなかったそうです。そうなんか。足回りについては、車輪と履帯、つまり、双輪走行と早期走行ができるようになっていました。また変わっとるな。移動する際、低速走行の時は、先端の補助輪のようなものを展開。高速走行中は、車体前方が浮き上がり、補助輪を引き上げます。そして、こちらの大きい車輪で車体を支えつつ、高速で動き回るという案になっていました。これ飛行機の頭だけみたいな構造やん。いろいろ無理しすぎや。ちなみに、姿勢を安定させるため、後部には出し入れできる小さい翼がついていたそうです。これもうアニメの世界や。そしてもう一つ、この車両には大きな特徴がありました。何があったん？この車両、実は水陸両用でした。待て、いろんなもん詰めすぎや。理解が追いつかんで。水上を動き回れるように、車体の下側には格納式の舵がついていたそうです。ということは、飛行機みたいなプロペラつけて、戦車みたいな履帯つけて、船のように舵もついとったと。全部のいいとこ取りだね。普通は絶対組み合わせたらあかんやつやん。一応、戦闘車両として開発された、この水陸両用の空中駆逐戦車。細かいスペックを見ていくと、陸上では最高時速 150km、水上では 53.5km で移動できるといきり散らしていました。めっちゃ速いやん。というか危なすぎやん。車両重量はわずか 1500kg。あれ、めっちゃ軽ない？そして、気になる武装については、プロペラの軸から発射するモーターカノン構造の 37mm 砲を1門搭載。ほう。防弾ガラスで覆われた操縦座席の後ろには、同じくドーム状の防弾ガラスで覆われた機銃座を搭載。この機銃は戦車の砲塔のようにくるくると旋回できる構造になっていました。なんか装備が当時の戦闘機とか攻撃機みたいやな。搭載する銃は戦車用のものではなく、航空機用のものを乗せるという指示があったそうよ。なんか無駄にこだわるな。ではこの車両、どのように運用するとしていたのか。運用できるんかこれ。表現が曖昧で詳しくはわからないのですが、レベディンスキーによると、まず、方向転換は大きい車輪を止めるような形で行うとしていました。ほう、でもめっちゃ憎そうやな。そして、バックはどうするのかという問題。せや、これプロペラやからバックできひん。レベディンスキーは、この問題を想定内としていました。車体後方に格納された状態になっている別のプロペラがあったそうで、エンジンからシャフトを介して高速回転させることでバックするとしていました。めちゃ複雑やん。てか、もうプロペラにこだわる必要ないんやない？このように仕様が書かれたかなり詳しい設計図が当局に送られたのですが、結果は当年5月、つまり提出してから1ヶ月から2ヶ月程度で本人に届いたそうです。で、どうやったん？もちろん不採用でした。まあ、こんなもん採用されとったら何人犠牲になっとったかわからんで。
なぜ不採用になったのか、今回はその理由が残されています。何が書かれてあったん？まずこの車両に関して、レベディンスキーは装甲を全く搭載しておらず、極めて危険だと判断されました。何してんねん。これそこらの軽トラちゃうで。この車両最大のイキリポイントでもあるプロペラ推進にも突っ込みが入れられ、航空機のように保護されていないプロペラは、例えば草などの異物を巻き込んだり、地面に接触するリスクがあると判断されました。当然すぎる判断やで。武装については、プロペラ軸から発射するモーターカノン案については搭載は可能だったものの、後進がエンジンに固定されているため敵を狙うことができないと指摘されました。確かにそうや。戦闘機や戦車のようには狙えんで。また、後部の機銃座についても、前方を撃つ場合にプロペラに当たってしまうという問題がありました。前を狙えんのはさすがに致命的やな。最後に、足回りにもダメ出しが入り、この履帯ではすぐに摩耗して使えなくなり、高速走行時に脱落する危険があるとも指摘されていました。あれや、これもう全部ダメ系や。それにしても、今回も随分変わった車両やったな。あかねちゃん、このお話を終わらせようとしちゃダメだよ。待て、続きがあるん。レベディンスキーは何を勘違いしたのか、指摘された点を改良すれば採用されると思ってしまったそうです。これもう全否定されとるやん。てか、深追いは危ない時代やん。残されている資料によると、不採用の結果を受け取った半年後となる1941年11月に当局に改良案を提出しました。もう、どこ改良したん？まず装甲を積んでいないという指摘をされたため、6ミリから12ミリの装甲を搭載しました。ギリ機銃から守れる感じやん。そしてプロペラがパッパラパーで危ない件については、ケージのようなもので覆うことで無事に解決。いやこの位置についとるから危ないのは変わらんで。武装については37ミリ砲はそのままで、小口径の 7.62 ミリ機銃を2門搭載する案に変更。機銃座の弾がプロペラに当たってしまうという問題について、レベディンスキーは、機銃の弾を追索したことと、プロペラそのものの直径を追索したことで問題は解決した、と主張しています。プロペラを小さくするって、それ別の問題が出てきそうやけどな。履帯が高速走行で外れてしまう問題については、普通の戦車についているような突起付きの履帯を搭載。この突起を挟むことができるダブルタイヤにすることで解決しました。結果、このような装甲などを施したこともあり、車重は 1500kg から1トン近く増した 2650kg に増加してしまいました。めちゃ重くなったで。最高速度も陸上で時速 120km、水上で 40km に低下しました。もう高校性能はいらんやろ。ちなみに、レベディンスキーはロケット4で武装した派生型も合わせて考案。もういらんもん設計すんな。12発のロケット砲で敵をいきり散らすという案だったものの、これまで搭載されていた戦闘機のようなキャノピーが取っ払われ、パッパラパーの座席に変更したことで、ロケットを発射した時の噴煙が直撃するという意味不明なものになっていました。何してんねん、おかしいやろ。レベディンスキーはこの車両を比較的平坦な地形が多い、現在のウクライナやベラルーシといった地域で使うことを提案。合わせて彼は、この車両を使った戦術として、味方部隊と協力し、突如として敵の前に現れ、37ミリ砲で敵を撃破できる、などと説明していました。この37ミリ砲って固定されて動かんやつやん。製造に関しても、シンプルな構造で簡単に大量生産することができると主張しており、数千ものこの車両を生産して、ドイツ軍をコテンパンにできるだろうと言い切っていました。これはもう採用待っただし、普通の戦車設計した方がええで。さて、随分と盛り上がってきたところで、改良されたこの車両、当局はどう判断したのか。どうなったん？惜しまれながら不採用となりました。残念。いや、100% 惜しまれとらんで。なぜ、この車両が不採用となったのか、その記録が残されています。資料によると、改良で車体が大型化したことで、設計者の言う大量生産はできないだろうと否定されました。あかんで。次に、小さいプロペラに置き換えられたことで、移動効率が極めて悪くなるだろうと判断されました。これもあかんで。仮に、
設計者が言うように高速走行しながら攻撃するという方法ができたとしても、車体の激しい振動で照準が定まらず、弾は当たらないだろうと判断されました。それなら待ち伏せ的な感じで使う。とかあるやん。それだと普通の戦車とか対戦車砲で代用できるんだよね。なるほど。もう完全に否定された感じやな。以降、リベディンスキーからの再提案はなかったと言います。というか、この人なんでこんな車両設計したん？その詳しい理由の記載はなく、よくわかっていません。全部が謎すぎる車両やな。なぜ、このような車両を開発したのか。皆さんも設計者になったつもりで、コメント欄に意見を書き込んでみてくださいね。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。